マッチングアプリでうまくいってない人にマッチングアプリはイケメンの金持ちが繰り散らかす場所だからやめろというのに、恋愛でうまくいってない人にマッチングアプリを勧めるのはなぜですか？マッチングアプリやらない方がいいのでは？イケメンとか金持ちとマッチングしようと思ってる人はマッチング無理です。食い散らかされて終わりです。ちなみに最近ね、東京地裁かなんかで食い散らかしの判決が出て、結婚しているイケメン高収入の人に対してマッチングアプリで知り合って、でその男性は独身だと嘘をついていて、4ヶ月ぐらい食い散らかされて、奥さんにバレてブロックされたと。で女性が私の低層が奪われたって言って裁判所に訴えて、でもともと損害賠償700万かなんかで訴えたんだけど、東京地裁としては150万円の低層権はあると。なので食い散らかした男性は150万円払えっていう判決が出たと。高くつきましたね。ただで食い散らかせると思ったら150万円かかっちゃったっていうね。でもマッチングサイトってそういうものなんですよ。ただで食い散らかされる、多少マッチングサイトの使用料はかかると思うんですけど、基本的には食い散らかしが安上がりでできるっていうサイトなので、いい案件、イケメンであるとか高収入であるとか有名企業に勤めてるっていう人たちとなんとかマッチングしたいよねっていうふうに女性は思いがちだと思うんですけど、そういうタイプを見つけるというのであれば失敗するので、なので10段階でいくと123とかイケメン金持ちって123ぐらいの人が大体7割の女性を食い散らかすんですけど、4567ぐらいのここら辺の人たちの男性を出会うというのを狙うのであれば、マッチングサイトはまだマシっていう話だと思います。少子化対策はゼロを1人の政策と1人を2歳4人に増やす政策、どちらに重点を置くと効果的ですか？1人を2歳4人に増やす政策の方が政策効果としては高いと言われています。なぜなら例えばすげえブサイクで誰にも好かれないような人で収入もない人と結婚したいと思う人っていないじゃないですか。でもそれなりに金を稼いでいて子供がすでにいますっていう人であれば、子供が1人いますであれば、じゃあ3年後とかに産むと子供用ベッドそのまま使えるし、服とか3年間寝かしたらまた使えるしっていうので、1回子供を産んでる家庭というのは次の子供を育てるためのインフラというのが家の中にあったりするし、保育園ってこういう感じだよねとか子育てってこういうの分かってるよねっていうので、なので2年ごとに2人目じゃあ3人目とかっていうのは割と容易にできるんですけど、やっぱモテないやつはもうどうしようもないでしょ。そんなやつに付き合いたいとか結婚したいとか思うやついるわけないんだから、そこら辺はもう黙って死んでいくっていう構造になってしまうっていうのが、もともと生物ってそういうものなんですよ。昔でいくと家督を継ぐのは長男で、長男以外というのはまあまあ結婚とか厳しいよねっていう時代はあったわけですよ。でも今の時代恋愛結婚が当たり前みたいなよくわからないことをしてしまい、結果として出会い系サイトとかの1、2、3位の人が食い放題っていうのになってしまうんですけど、なのでお見合いの時代に僕は戻すべきだと思うんですよね。モテないけどちゃんと仕事をしている人っていうのも結構いるんですよ。きちんと仕事をしていて、ちゃんと貯金もしていて、でただブサイクなだけっていう人もいて、で昔はそういう人ってお見合いという形でパートナーを見つけて、ただブサイクだけど稼げる人とブサイクな人を結婚させて、結果として普通に家族ができて子供が生まれてっていう感じで育つっていうパターンもあったんですけど、そこら辺の恋愛結婚至上主義みたいなことをメディアがやってしまったことの弊害なんじゃないかと僕は思ってるんですけど、恋愛ドラマとかってテレビでやると視聴率高くなるじゃないですか。あれを見てそういうのに憧れてしまうんですよ。恋愛じゃない結婚は良くないよねとか、好きな人と結婚した方が幸せだよねみたいな間違った価値観を植え付けてるんですよね。でもそれって勝ち組の男性と勝ち組の女性だけができるもので、本来その価値観を大衆に植え付けてはならなかったんですよ。要するに大衆というのはその場にいる人で理想の人生の中で一番良い人と結婚しようっていうのが恋愛結婚の方向性だと思うんですけど、基本的には妥協なんですよ。昔じゃ日本というのは都市部だけじゃなくて農村で暮らしてる時に出会ったその村の女の子とか隣の村の女の子と結婚するしかないんですよ。この選択肢の中で誰を選びますかっていうので、しょうがねえなこいつしかいねえんだからじゃあこいつみたいなっていうところで結婚は昔は行われていたんですよ。ところが大学に行って東京に行ってキラキラした会社で働いて、自分の恋愛経験の中で一番素敵な男性素敵な女性と結婚することが人生の幸せで、そうじゃないのは人生にとって不幸せであるみたいな価値観っていうのを一生懸命メディアと CM が作ってしまったので、結果として未婚率が上がってしまう。なので平均年収ぐらいの人が普通に結婚して子供を持つっていう社会にするべきなんですけどね。でも平均年収の人は結婚したくないよねって言ってる女性が多いので、既婚者を好きになったら諦めるべきですか？
一般論で言ったら、諦めた方がいいよとか、不倫って一応訴えられると負けるから大変だよとかあるんですけど、結局自分の人生において何が自分にとって快楽で幸せなのかというのは自分自身で決めるしかないのですよ。で、誰でもいいけど、既婚者がたまたま好きだったら他の人でもいいんじゃないみたいなのあると思うんですけど、もう人生でこの既婚者を自分が取るというのをもうどんなリスクがあってでもやりたいとかっていうのであれば、やめた方がいいですよとは思うんですけど、もうしょうがないんじゃないのっていう感じで、もう好きにしたらっていうのがあるんですけど、ただ基本的には既婚者って利用しますよ。奥さんとか仲が悪いから、まずは不倫っていう形で、奥さんと仲悪いから離婚するよって言って、離婚しないっていうので、結果として10年ぐらい引っ張られて、離婚しないもので、気がついたら女性の方が結構いい年になっていて、裏切られたって言っても、知ったこっちゃねえよって言って、なかなか厳しい人生になるっていう、女性の既婚者好きになってるパターンは、大体都合がよく使われて、なかなか悲しい人生をその後歩むことになるっていうことだったりするので、どちらかというと、不倫はね、不利なんですよ。既婚者側の方が有利なんですよ。なので、本当にその相手と添い遂げられるかどうかでいくと、もう離婚したら付き合いましょうって言って、お互いにじゃあ離婚しましょうってなるぐらい、相手が覚悟を持ってるかどうかで、不倫をしながら離婚する準備をお互いにしようとかだと、大体食い物にされると思った方がいいんじゃないかなと思います。31歳男性 ASD 傾向あり独身で資産700万年収360万で、1月から地域レータトープエレベーター正社員いただきます。レア経験ありますが、マッチングアプリを10年続けても結果出ません。175センチ83キロです。どうすれば家族で結婚できますか？年収350万でマッチングアプリで相手を選ぼうとするのはやめてください。あなたは養分としてお金を取られるだけです。結婚している友達とかに知り合いを紹介してもらうとか、同僚や取引先の人とかに異性を紹介してもらうっていう縁故に頼った方がいいです。マッチングアプリというのは年収の高いイケメンが食い荒らすためのアプリです。結婚相手を見つける場所ではありません。そこら辺勘違いをしてマッチングアプリを使う人いるんですけど、基本的にはマッチングアプリというのは勝ち組男性食い荒らしのために存在するサイトだと思っていただいた方がいいです。女性は勝ち組男性に食い荒らされるために使ってたりします。結婚相手が欲しいんだよねって言いながら、この人結婚する気ないよね、結婚するんだったらもっと上の方を狙えるよねっていう人となぜかデートしようとするんですよ、マッチングアプリの女性って。で、食い散らかされたと思って別の強者男性に行ってまた食い散らかされてっていうので、マッチングアプリのマッチング成功率の図で10段階でいくと、男性は1位と2位の人がほぼ全員食うんですよ。3位以降の人は全然食えない。で、女性というのは1から7ぐらいまでの人は1位にバーンといくんですよ。8、9、10の人は男性の1、2に行っても食われないので、仕方なく3番目、4番目とかに行くぐらいの構造だったりするので、なのでランキングの1位、2位、3位にならない男性というのは基本的にマッチングアプリというのをやったとしてもお金の無駄です。女性は食い散らかせたいのであればご自由にお使いいただいて食い散らかされればいいんじゃないかなと思います。残念ながらそういう構造です。はい。社会実験として世の中ってそういうもんだよねっていうのが可視化されるので、別に結婚相手をマッチングアプリで探さなければ、結婚相手は他のところでいくらでも見つかる可能性があるので、別にお見合いでもいいし、無理してマッチングアプリで探す必要はないんじゃないかなと思いますよね。そういう意味で言うと自分はその年収が高くて割と見た目もいいよねっていう方はマッチングアプリ男性使うと好き放題食い散らかして、それでも後腐れない感じでうまく使えたりするので、うまく使うといいんじゃないかなと思います。まず女性がマッチングアプリで詐欺に遭うパターンっていうのは、1位2位に見える人っていうのに申し込んで、そこでお金を取られたり食い散らかされるだけで約束守ってくれないっていうパターンだと思うので、マッチングアプリでまともな結婚なんてほぼ生まれないんじゃないですか。だってまともな結婚したいと思ってる人は、男性のトップ1トップ2になってる人ってマッチングアプリなんか使わなくても全然結婚できるのに、マッチングアプリを使うという時点でやっぱまともな結婚する気がない人が使うんですよ。そういうもんだよねっていう風に皆さん思っていただければいいんじゃないかなと思います。基本的には売れ残りが3位4位の人に回ってくる。で、5位以下の男性には今日回ってこないと思う。桜は来ますよ。出会えないんだけど女性からの連絡は5位以下の人が来るんですよ。やり取りをしたとしてもなぜかデートをしようという話にはならないまま、5位以下の人、5位から10位の人はずっとお金を毎月払い続けるっていうね、構造になります。一応個人の意見ですけど、規定する証拠はあんまりないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。